バカは帰れ。社内トラブルの犯人に仕立て上げられた俺は、美人部長から罵声を浴びせられる。しかし俺はこの会社の筆頭株主だった。何も知らない美人部長は俺を見下し続けるが、株主総会で衝撃の展開を迎える。俺の名前は藤崎俊介。食品輸入会社に勤めているのだが、この度の人事異動で10年ぶりに本社に戻ってきた。10年の間、いくつかの関連会社に出向していて、自分を成長させることができたと思っている。ただ、今回の人事異動はかなり大々的で、異動をした人がかなり多いと聞いていた。しかも俺は本社を離れて10年も経っているわけで、俺の知っている社員はほとんどいない。俺の配属先は営業部で課長を任されることになった。33歳という年齢で課長になるのはかなり早い方で、俺も気合が入る。本社へ出勤する初日、俺は深呼吸をして営業部の扉の前に立っていた。今日から俺はここの課長として会社の期待に応えたい。そんな思いでいざ扉を開こうとしたとき、ゴン。突然中から扉が開いて、その扉が俺の額に直撃した。痛っ。思わず額を押さえてうずくまる俺。すみません。中から女性の声がして、俺は顔を見上げた。俺は視界に捉えたその顔に驚いてしまう。矢野さん？嘘。藤崎くん？ごめんね、勢いよく開けちゃって。俺の声に驚いているのは矢野彩香。俺より少し先輩で、俺が入社した時の教育係だった。矢野さん、今営業部なんですか？久々の再会に俺も嬉しくなった。そうよ、もう3年くらい営業部にいるわ。今日からよろしくね。でもまさか藤崎くんが上司になる時が来るとは思わなかったわ。上司なのに藤崎くんなんて呼んじゃダメね。軽く微笑んだ矢野さんの笑顔に懐かしさを感じていた。俺本社に全然知り合いがいないんで、矢野さんがいてくれてほっとしてます。わからないことがあったら教えてくださいよ。頼りにしてますから。もう、調子がいいんだから。そう言って矢野さんが俺の背中をポンと叩いた。矢野さんがいてくれるだけで、俺の気持ちは随分と楽になった気がする。矢野さんがいれば俺なんて仕事ないでしょう。軽く冗談を飛ばす。すると、ちょっと複雑そうな顔をした矢野さんが小声で話し始めた。藤崎くん、まだ知らないの？新しい部長のこと。寺尾部長でしたっけ？名前だけは確認してますよ。女性なんですよね。そうよ。他のライバル会社からヘッドハンティングされてきたんだけど、いろいろ噂があってね。もちろん仕事はバリバリできるのよ。だけど性格もかなりきついみたいで、口調も冷たくて前の会社でも敵が多かったって聞いたのよ。見た目はすごく美人なんだけど、顔がいつも怖いんだって。正式な事例は今日からなんだけど、先週くらいから部署に顔を出してるの。そうなんですね。わかりました。ちょっと気をつけておきますね。そう言って矢野さんの顔を見たとき、営業部の扉がもう一度開いた。そこで何をずっと話してるの？営業部の扉の前でついつい矢野さんと長話をしていたことを注意された。寺尾部長、すみません。矢野さんがそう謝ったことで、この女性が寺尾部長なんだとすぐに認識できた。すみません。ちょっとここで矢野さんとぶつかってしまって。私、今日から営業部の課長となりました藤崎です。寺尾部長、よろしくお願いいたします。俺が頭を下げると、寺尾部長は少し笑った。あなた？出向先から本社に戻ってきたっていうのは。そう言って、俺の頭のてっぺんからつま先まで舐め回すように見られた。正直その時点でいい気はしなかった。
出向先から本社に課長として戻ってくるなんて、どんなエリートなのかと期待してたんだけど、全然仕事ができそうな雰囲気には見えないわね。頭も悪そう。だいたい、どこの大学出てんの？寺尾部長とは初対面のはずだが、失礼すぎる態度に俺もちょっと頭にきた。学歴とか関係あります？ちなみに大学は出てませんよ。高卒ですから。俺は本当のことを伝えた。こんなところで嘘をついてもしょうがないし、別に高卒を恥ずかしいとも思っていないからだ。すると寺尾部長は急に笑い出した。はは、嘘でしょ？高卒が本社の課長なんて信じられない。何かの間違いじゃないの？ケラケラ笑いながら俺を見下してきた。こんなのが課長だなんて困るわ。重要な仕事を任せる気にもならないし、ミスした時に責任を取れるの？部下にも示しがつかないんだけど。わざと困ったような表情を見せてきた。そこで黙って聞いていた矢野さんが口を開く。部長、お言葉ですが、藤崎くんは出向先でも業績を伸ばしていて、優秀な社員なんですよ。それに、まだ何かを言おうとしたが、それは寺尾部長に遮られる。あなたは黙って。いくら優秀な社員でも、私は高卒の人間は信用していないの。常識を知らないし、忍耐力もないし、価値観が合わないのよ。冷たく言い切った寺尾部長。俺も黙って聞いてはいられない。そうは言っても、人事は会社が決めたことですから。あなたがいくら納得していなくても、俺は営業部の課長なんです。それはもう決まったことです。寺尾部長の目をまっすぐ見てそう言った。はぁ？年下の部下のくせに随分と生意気なのね。絶対に私に迷惑をかけないでよね。俺からすぐに目をそらして寺尾部長は自分のデスクへと戻っていった。矢野さんが言った通り終始怖い顔をしていて、これからの営業部が心配になるほど。この数分のやりとりだけで寺尾部長とは反りが合わないと察した初日だった。営業部での仕事は矢野さんのフォローも大きく、俺は何の問題もなくこなしていた。寺尾部長は相変わらず毎日怖い顔をしているが、俺に直接的な被害は何もなかった。しかしそんなある日、営業部でトラブルが発生する。営業部が管理している顧客データが外部に流出してしまったのだ。ただ、顧客データの扱いは慎重で、誰でもアクセスできるわけではなかった。課長以上、つまりこの部署では、俺か寺尾部長しかアクセスできない。要は、俺か寺尾部長が流出させたとしか考えられない。もちろん俺は何もやっていない。ただ、いくら厳しい寺尾部長でも、会社の不利益になるようなことをするとは思えない。考えられるとすれば、寺尾部長が故意に流出させたのではなく、ミスによる流出だ。寺尾部長のミスによって顧客データが流出してしまったとなればかなりの大問題だ。部長という役職は失うだろう。これは大変なことになるぞ、と思いながらも今は犯人探しをしている時間はなく、俺たち営業部は対応に追われていた。取引先に頭を下げ、顧客にも頭を下げ、誠心誠意謝罪を重ねた。すると翌日、寺尾部長からとんでもない報告を受ける。今回の顧客データ流出の責任は課長のあなたにあります。え？俺ですか？思わず俺は聞き返した。そうよ。私かあなたしかアクセスできないものが流出してしまったんだから、どちらかしかないでしょ？私は無関係なんだから、あなたしか考えられないわ。淡々と話す口ぶりに俺は驚いた。俺は最近全くアクセスしていないし、何の身に覚えもないのに、いきなり犯人に仕立て上げられたのだ。ちょっと待ってください。待てないわよ。上層部にもそう報告しておいたから。
悪い顔で笑っていたのを俺は見逃さなかった。俺は寺尾部長にはめられたのだ。しかし上層部にはちゃんと説明すれば分かってもらえると思っていた。その時内線が鳴り響き、俺と寺尾部長は社長室に呼び出された。社長室に入ると、社長の他に副社長、専務、常務も顔を揃えていた。かなり大きなトラブルであったことを物語っている。今回のトラブルは藤崎くんに責任があるというふうに報告を受けているんだが、ちゃんと説明をしてくれるか？副社長が一番に口を開いた。私は顧客データにアクセスした記憶もありません。なので私が流出させたという情報は間違いだと思います。私は本当に心当たりがないんです。俺は自分の責任ではないと必死に主張した。よくそんなことが言えるわね。自分の非を認めないのはみっともないのよ。寺尾部長が横から口を挟んできた。俺は部長の顔を見る。何？鼻で笑うように聞き返してきたので、俺もつい言い返した。どうして私ばかり疑われるのでしょうか。寺尾部長も同じ立場のはずですけど。すると、この発言を待っていたかのように、寺尾部長は自信満々である資料を出してきた。これ、社内のデータアクセスの記録です。藤崎課長が顧客データにアクセスした記録が残ってるんですよ。これ以上あなたが犯人だと言えるものはありませんよ。もう言い逃れはできないでしょ？は？俺は思わぬ展開に間抜けな声を出してしまった。俺が顧客データにアクセスした記憶は本当になかった。それなのにアクセスした記録があるなんておかしな話だ。何かの間違いじゃないですか？私はアクセスしていません。俺は自分の関与を必死に否定するが、寺尾部長は冷めた目で俺を見る。自分のミスを認めないっていうのね。これだから高卒は嫌なのよ。こんなことになるから高卒に課長は無理だって言ったの。こんな人間がいたら会社にはマイナスでしかないでしょ。いや、本当に私はアクセスしていないんです。私が犯人だというのは間違いですから。なんとか無実を証明しようと思ったが、寺尾部長が俺の言葉を遮る。言い訳は聞きたくないのよ。ピシャリと言い放った。そして俺の顔を見てこうつぶやいた。バカは帰れ。あまりのひどい言われように俺は言葉が出なかった。今回のトラブルは絶対に俺の責任ではない。しかしこのアクセス記録が俺を犯人だと言っているのだ。その記録の信憑性も不確かだが、それを嘘だと証明するものも今は何もない。俺が黙っているのをいいことに、寺尾部長は俺を責め続ける。当たり前でしょ？いくら課長とはいえ高卒だし、こんなミスをするなんてバカとしか言いようがないわよ。寺尾くん、ちょっと言い過ぎだぞ。彼は。社長も俺に助け舟を出そうとするが、部長はそれさえも聞いていない。いいえ、黒田社長。彼にははっきりと言う必要があります。高卒のくせに課長というポジションで調子に乗ってるんですから。厳しい目つきで社長に意見した。そして俺の方に向き直りため息をついた。はぁ、この会社にあなたみたいな社員はいらないって言ってるのよ。わかったらさっさと帰りなさい。そう言いながら寺尾部長は俺の背中を押し、社長室から追い出した。ちょっと待ってください。俺も抵抗したが、その抵抗も虚しく、部長の力強さには勝てなかった。藤崎くんはまだ何か言いたいんじゃないのか？社長も心配そうに尋ねるが、部長は聞こえていないふりをしている。俺もまだ話の途中だし、ここで引き下がるわけにはいかないと思った。しかし、有無を言わせず、部長は俺を追い出した後、
社長室のドアをバタンと勢いよく閉めた。そして社長に向かってこう言う。部下のミスですが、うちの部署がご迷惑をおかけしたことには間違いありません。本当に申し訳ありませんでした。社長室のドアの外まで寺尾部長の声が聞こえていた。今回のトラブルの原因をすべて俺のせいにして幕引きを図ろうとしているのだ。俺は悔しくて仕方がなかった。君は藤崎くんに対して随分と上から物を言うんだね。社長が寺尾部長に向かって話しかけた。だって高卒の部下ですよ。年齢も学歴も役職も全部私の方が上ですから。彼の方が優れているところが何か一つでもありました？部長ははっきりとそう答える。しかしその発言を聞いて思わず笑ってしまったのは社長だ。君は本当に何も知らないんだね。社長の呆れた笑いにどこか納得できない様子の寺尾部長。まあ、来週の株主総会を楽しみにしておくといいよ。株主総会ですか？意味深に笑う社長だったが、寺尾部長は何の話をしているのか理解できない顔で社長室を出たのだった。そして次の週、株主総会の当日、寺尾部長は営業部の顔として総会の受付を担当していた。部長が次々と現れる株主たちの対応をしているところへ、俺は足を運んだ。そして俺の顔を見るなり、寺尾部長は笑っている。ねえ、今から株主総会があるってわかってるわよね。なんであんたこんなところにいるわけ？さっさと仕事に戻りなさい。周囲も気にせず、部長は俺を怒鳴りつけた。しかし、そこで俺がポケットから出したものを見て、言葉を失う部長。俺が手に握っていたのは、株主総会に出席するための資格証明書だ。まさか俺が持っているなんて、夢にも思わなかったのだろう。絵に描いたように部長は動揺していた。あんた、もしかして株主なの？表情が一変した。信じられないといった様子だったが、そこへちょうど居合わせた社長が部長に声をかける。彼はただの株主じゃないよ。筆頭株主だ。寺尾部長は驚きすぎて言葉が出ないようだった。なんで高卒のあんたが筆頭株主なのよ。なんとか言葉を絞り出す。俺は自分の生い立ちを語ることにした。幼い頃、両親を事故で亡くした俺は祖父母に育ててもらった。時には厳しく、時には甘やかされ、何不自由ない暮らしをさせてもらっていた。祖父母からの愛情のおかげで、両親がいない寂しさを感じることもあまりなかった。しかし、大学受験を直前に控えていた時、祖母が病に倒れ、そのまま他界。親代わりでもあり、誰よりも俺の大学合格を楽しみにしていた祖母の死は、俺にとっては耐え難いものだった。かなり落ち込んでしまい、とてもじゃないが、大学受験をまともに受けることができなかった。試験会場にまで行った記憶はあるが、試験内容を思い出せないほどの精神状態だった。もちろんそんな状況で大学には不合格。浪人して大学を目指すという選択肢もあったが、一度心が折れてしまった俺は立ち上がれる気がしなかった。大学に行かないと決めた俺だったが、就職活動もしていなかった俺は就職先もない。それを見かねた祖父が自分の会社で働いてはどうかと提案してくれた。それが今の食品輸入会社だ。そう、つまりこの会社の社長は俺の祖父なのだ。祖父のおかげで就職先にも困らず入社することができたが、正直やる気はあまりなかった。大学に行く気でずっと勉強してきたのに、それが思わぬ展開で大学に行けず働くことになったのだから。18歳の当時の俺は働くということ自体あまりピンときていなかったのだろ
しかし、少しずつ仕事を覚えていくうちに、なんとなく楽しくなっていったのだ。それこそ矢野さんが教育係として俺に仕事を教えてくれている時期がすごく楽しかったのだ。今までやってきた勉強とは種類が異なる暗記。学校の勉強の個人戦とは違うチーム感。それでお給料をもらうということ。気づけば俺はやる気に満ち溢れていた。そんな俺を見て祖父は見込みがあると思ったらしく、社会人として大きく成長させるため関連会社へ出向させることを決めた。いずれは自分の後を継いでほしいという思いもあったらしい。そのためにはいろんな経験が必要だと思ったと後から聞いたことがある。そして俺は10年間の出向で実に様々なことを学んだ。業績を上げることにも成功したし、大きなトラブルも経験した。祖父はこの成長を高く評価してくれて、俺を本社に呼び戻したのだった。まずは課長職のポジションを与え、そこでどのように立ち回れるのかを見ようと考えていたようだ。そして祖父は自分がいつ引退してもいいように、自分が持っていた株式をすべて俺に譲渡してくれたのだ。こうして俺は筆頭株主となった。じゃああんたは黒田社長の孫ってこと？すべての事実を聞き、寺尾部長は驚きを隠せない様子で俺に聞いてきた。そうですね。しかも筆頭株主だから会社のあらゆることを決める決定権を俺が持ってるんですよね。今までの仕返しのつもりで俺は少し偉そうに答えてやった。その様子を見て社長である祖父も笑う。だから今日を楽しみにしておいてくれって私は言ったんだよ。すると部長は少し不機嫌な態度で言い返すのだった。黒田社長も黙ってるなんてひどいじゃないですか。私だって社長の孫だって分かってたらもう少し違う対応をしました。寺尾部長は若干ムキになるが、祖父はそれも指導した。私の孫だからとか、そういうことで人を判断するのは良くない。もちろん学歴で判断することも間違ってる。その人自身をちゃんと見なさい。それができない人に部長は任せられないよ。いつもは穏やかな祖父からそう指摘されて寺尾部長は黙ってしまった。その場は気まずい空気が流れたままだったが、株主総会が始まる時間が来てしまう。株主総会では先日の営業部でのトラブルについての話があった。あの日、すべての責任は俺のせいだとされ、社長室から追い出されてしまったが、あの後俺は必死に真実を調べた。身に覚えのないアクセス記録はどうやって作成されたのか、寺尾部長は何か知ってるんじゃないか。身の潔白を証明するために何とか真実をつかみたかった。するとすぐに矢野さんから信憑性の高い情報を得ることができたのだ。偶然聞こえたんだけど、寺尾部長がシステム部の男性社員にアクセス記録をちょっと書き換えてほしいんだけどって甘えてたの。最初は何のことかわかんなかったけど、あのトラブルがあって、もしかしたらそういうことなのかなと思って。それを聞いた俺は、その男性社員を問い詰めることに成功した。寺尾部長が顧客データを誤って流出させたみたいなんですけど、それを何とか隠蔽したかったみたいで、俺も本当は協力するのは嫌だったんです。だけどあんな綺麗な人に見つめられて、涙目でお願いされたら断れなかったんです。本当にすみません。やはりすべては寺尾部長が仕組んだことだったのだ。気に入らない俺を陥れようとしたのだろうが、そんなことはうまくいくはずがない。俺はこの真実を株主総会で明らかにした。ヘッドハンティングされるほど仕事ができる寺尾部長だが、さすがに今回の件でお咎めなしというわけにはいかない。株主の議決で部長の左遷が決まった。それも田舎にある支店。なんで私があんなところに行かなくちゃいけないのよ。と、はじめは不満たらたらだったが、上層部もそこはうまく部長を立てた。
寺尾くんのように仕事ができる人間が支店に行ってくれれば私たちも安心だよ。支店で頑張ればまた本社に戻ってこれるかもしれないだろう。部長にそう言って支店に送り出したが、実は支店とは名ばかりでほとんどただの倉庫だ。今までバリバリと働いていた寺尾部長からすれば本当に仕事がない場所だった。それでも支店には支店のやり方があり、うまく回っていたのだ。しかし寺尾部長はそれを守らない。こうやった方が効率的。この仕事は必要ない。この従業員はいらない。勝手にそこを仕切り出し、支店に迷惑をかける。そしてこれが本社の耳に入った。これ以上問題を起こすようなら解雇もあり得るから。この通達を受けて、さすがの寺尾部長もおとなしくなったようだ。ただ、本社で働いていた時のような覇気は全くなく、別人のような身なりで働いているらしい。あれだけ高かったプライドも今では微塵も感じないほどだという。たった一つのミスからあっという間に人生が変わってしまった寺尾部長だが、自業自得であり、誰も同情する人はいなかった。一方の俺は寺尾部長がいなくなった後、部長代理として部署をまとめている。もちろんそこは矢野さんのフォローがあるからだった。矢野さん、いつも助けてくれてありがとうございます。俺は矢野さんに感謝の気持ちで缶コーヒーを渡す。ありがとう。藤崎くんの力になれるなら、これくらい全然大したことないから。そう言って矢野さんはいつものように笑ってくれた。その時、俺の中の何かが弾けたように矢野さんへと心が動いた。お礼にたまには二人で飲みに行きません？今日とかどうですか？とっさに出た言葉だった。思い返せば入社した頃、矢野さんに仕事を教えてもらっている時が一番楽しい時間だった。もちろん仕事が楽しかったのもあるが、矢野さんと一緒の時間を過ごすことが楽しかったのだ。なんとなく憧れのような気持ちを持っていたが、10年ぶりに再会した時、さらに綺麗になっている矢野さんを見て、俺の心は揺れていたのだ。仕事に没頭することで、その気持ちには気づかないふりをしていたが、本当は頭の片隅にいつも矢野さんがいた。目の前で俺に笑いかけてくれる矢野さんの笑顔を見ると、俺はついデートに誘ってしまった。いいけど、二人で？驚いたように矢野さんが聞き返す。はい、二人がいいんです。ダメですか？まあいいけど。少し照れた顔で矢野さんが返事をする。矢野さんもまんざらではないように俺には見えた。じゃあ決まりで、絶対約束ですからね。そう言って俺は心を躍らせて仕事に戻る。この時はまだ、この夜、矢野さんと恋人になれることを俺は知らなかった。